イヤホンみんな息してる、息しかしてない時もあるです。本物の雑談3。4かもしれないね。はい。雑談です。久々の。お元気でしょうか？朝食が準備されてるんですよ。で、私今、朝から歩いてきて、エクストリームミニマリストとして、できること。それは散歩をすることです。もうとにかく毎日歩いてる。むちゃくちゃ調子がいい。そのせいかわかんないけど。暑いんだけど、ちょっと涼しい時間帯、やっぱ朝の方が少し気温は低いんで、しかもね、こう森の中っていうか、ちょっとトレイルっぽいとこ行くんですよ。僕東京の。東京にもそういうとこがあって、あと公園とか、大きな公園とか。で、そういうとこって結構木が生い茂ってて、で、気持ちいいんですよね。日陰になってて。で、朝なんかは結構涼しい。で、太陽が出てる時に入ると、あとそのアスファルトというか、こう道路みたいなとこ歩くと、もうとんでもなく暑いんですけど、そういうやっぱりこう、下が土、土の場所とか、あとは上がその木で覆われてるようなところを歩くとね、結構ね、歩けるんですよね。で、今日はね、2マイルです。だいたい今歩いてきたのが朝。うん。3.2キロぐらいか。キロで言うと3.2キロぐらい。をだいたい40分ぐらいで歩いて、で、歩数で言うと6000歩ですね。うん。で、最近はもう1万歩を目指してるんですよね。やっぱ暑くなるとさ、外に出歩く機会が結構減るんで、iPhone の歩数計をいつもチェックして、1日1万歩は絶対超えるようにしてる。これがエクストリームミニマリストの午前のルーティーンです。で、これ今ね、スタンバイさせてるんですけど、こうやってさ、前回紹介したレシピとそんな変わってないです。ただ、この上に乗ってるの分かりますか？ピーナッツバター。ピーナッツバターに最近ハマってます。しかもクランチタイプにした今回。今ね、2回目リピートして。で、このピーナッツバターは、砂糖も添加物も一切入ってない。もうピーナッツだけの、100% のピーナッツです。ピーナッツバターです。で、ピーナッツっていうと、どうしてもそのサカナクションのさ、深夜に噛んだピーナッツってあるでしょ。あの曲をどうしても思い出してしまう。これは結構マニアックな曲だから知ってる人は少ないかもしれないけども。深夜に噛んだピーナッツと思いながらも、このピーナッツバターがすごい。これがピーナッツバターが加わることによって、さらに、ちょっとカロリーも上がりながら、その朝食の満足感っていうのがね、とんでもないことになるんです。これは。これ何と表現したらいいかわかんないけど。だから、いわゆるこう洋食とか和風のブレックファストで、エッグがあって、ちゃんとベーコンもあって、で、パンにバターかな。そうだね。パンにジャムだけじゃなくて、ちゃんとバターもついてる感じ。そんな感じ。だから、いちごジャムとバターの組み合わせのバターブレッドみたいなのってすごい美味しいじゃないですか。もう脳がバグる感じの。そんな感じになります。この油分なので。で、油分とタンパク質。高タンパク質で、油分です。で、油分は不飽和脂肪酸っていう、そのいわゆる、悪い油ではない。取りすぎはもちろん良くないけど。なので結構その筋トレする人たちの割と増量とか、あとはプロテインの摂取に使われたりもしてます。それくらい、いい食品で、アレルギーとかがなければね、美味しいです。で、あと最近はこの中に、レシピはこの間のと変わってないんですけど、オートミール入れて、豆乳入れて、で、ブルーベリー入れて、で、ナッツ持って、ヨーグルト、で、ピーナッツバターって感じなんですけど、最近は、ナッツにプラスアルファで、このね、カカオ。このカカオニブ
カカオニブのダイス。これを足してますね。いわゆるチョコレートの原料になるカカオニブなんですけど、これをね、そのままね、生で食べてるんですよ。うん。これ目黒にあるね、有名なグルービーナッツさんのものなんですけど、これをね、入れるとね、またね、こう豊かになるというか、もうなんか朝食紹介みたいになってますけど、そんな感じです。はい。で、最近ハマってるのはその散歩した後に、公園の水道で足を洗うっていう、それがワンセットになってますね。なんかちょっとした、こう水浴び体験をやるような感じ、イメージなんですけど、私その結構土の場所とか、こう汚れたところ、こう結構泥っぽいとことか、ガンガン行くんで、サンダルがね、いつもルナサンダルで散歩してるんですけど、サンダルが汚れるんですよ。で、それを、汚れた後に、最後に公園の、水道で足を洗うってことをやってます。はい。ホームレス感覚というか、でもちゃんと税金払ってるんで、そこはいいでしょうってことで、足と手をね、ちゃちゃっと洗って、で、それで家に帰ってくると。そうしたら、家でね、そのサンダルを洗う手間が省けるので、その自分の行動とワンセットにもう足のサンダルを洗ってしまうっていう。そんな感じの朝ですね。はい。うん。で、フルタイムのエクストリームミニマリストっていう、それもおかしいんだけども、フルタイムのエクストリームっていうのはね、フルタイムのミニマリストってなかなかいないと思うんですけど、私はよく言えばフルタイムのコンテンツクリエイターです。はい。もう、なんていうんだ、もうどこにも所属せずに自分のクリエイティブだけで生計を立ててる人なんですけど、でもなんかそれっていろんな言い方ができるんですよね。この間その長野に行った時にアーティストの方々と結構その自分のこうラベリングというか、なんかそういう話をしてて、自分って何者だろうみたいなところで、いわゆるそのアーティストって言って一口に言ってもいろんな人がいるじゃないですか。写真家もアーティストだし、画家、でデザイナー、エディトリアルデザイナー、空間デザイナー、建築家みたいな、なんかその、いろんなそのアートがある。現代美術とかね。あと音楽を作る人たちもアーティストだし、その流れの中で、なんか自分がやってることっていうのは何だろうって考えたときに、フルタイムで自分のコンテンツを作って、で、自分のクリエイティブだけで生計を立てていると。一つは。で、そういえばなんかちょっとかっこよく聞こえるんだけども、でも自分がやってることは、起きて運動をして、YouTube 撮って、本書いて、映像編集して、みたいな、そんな感じなんですよね。だからなんか、あんま仕事してるって感覚がなくて、ずっとその、ミニマリズムをやってるって感じなんで、自分の中では。だからそういう意味で、フルタイムのミニマリストって言えるんじゃないかなって。なんか最近はちょっとそんなことを考えたりしてますね。フルタイムのミニマリスト。もう何もしない。いかに何もしないかがそこでは求められる。何かしたらダメなんですよ。何かしたらダメ。ミニマリストは。フルタイムのミニマリストはね。だから副業ミニマリストはたくさんいると思いますよ。そのいろんなアルバイトとかしながら、会社員をやりながら、自分で事業を、自分で会社やりながら、傍らでミニマリズムの実践をするっていう。でも大体それが、そのミニマリズムの効能みたいな話とか、いろいろ話してますけど、これまでも。だからミニマリズムっていうのは、目的ではなくて、それがツールであるってこと。あくまでも。だからそういう立場がほとんどだと思うんですけど、僕はね、そこをね、ちょっと逆転させることになんか最近トライしてるのかなっていうふうに自分のやってることを客観的に考えて、なんかそういうふうに分析してるんですよ。で、ちょっと前に確か動画上げてるんですよね。ミニマリズムを目的化するみたいな動画を。だから多分それで話していることと近いんですけど、つまりそのミニマリストであることを職業とするっていうか、フルタイムのミニマリストであるってことは、ツールとして使うんじゃなくてもそれをミニマリズムを目的化するってことなんですよね。あえて。だからこの何もない部屋で語り続けると。それが一つの体現になっていたり、あとは一人で山の中を歩くっていう行為。
でハイキングっていう行為ももう一つのミニマリズムの実践だと思ってるんですよ。で、ハイキングとつながるところで散歩ですね。歩くっていう行為は冒険なんですよね。これ石川直樹さんが、僕は好きで、石川直樹さんの言葉にそういう言葉があって、冒険っていうのは極地に行くことではなくて、もう自分の部屋を一歩踏み出せば、踏み出した時点で冒険が始まるんだっていう。で、その一歩が結局は続いていって、彼はその南極大陸とか行ったり、エベレスト、K2 とかね、そういう高い山に登ったりとか。なんかすべてはその一歩の踏み出しによって、それを継続することで極地にたどり着けると。だから自分の部屋を一歩出ることがすでに冒険なんだっていうふうに、石川直樹さんが言ってて。うん。だからその感覚は僕の中にもあるんですよ。だからその山に行くことと近所を散歩するっていうことはかなりつながっている。で、しかもそれを可能にするのがやっぱりその道具の使い方だったりとか、自分のそのハイキングに対する思想とか哲学とか。で、そこにさらにミニマリズムが深く複雑に絡んでくると。何も持たずに歩くっていうね。なるべく物を少なくして歩くっていう。うん。だからなんか、このままそのルナサンダルで部屋を、ホワイトボックスを飛び出して、で、近所を歩いて、で、今、2マイル歩いてるわけですけど、そっから、さらに足を伸ばせば、山の方まで行くことができる。実際。うん。だから、そういうふうにして、繋がってるってことなんですよね。で、何の話をしていたかわかんないけども、雑談なんでね、こういうふうにいろんなことを今、頭の中のことを話してるんですけど、だから、つまりそのフルタイムのミニマリストであるってことはどういうことかって考えてる。で、そのラベリングみたいなことについてもちょっと今考えてる。最近は。うん。で、同時に、私はそのフルタイムのミニマリストっていう言い方もできるし、一番、なんか、いいパンチラインが最近思いついてて、それは独身無職のアラフォーっていうね、そういうパンチラインなんですけど、結構パンチあるでしょ、これ。独身無職のアラフォー。うん。これはね、かなりパンチある。やっぱり散歩してますけど、やっぱ公園とかに行くとね、子供のもう平日の真っ昼間とかですよ。平日の真っ昼間とかに、今日は朝でしたけど、平日の真っ昼間とかに公園とかに行くと、最近夏休みだから子供とか多いのよ、結構。で、子供を連れてるお母さんとかがいて、で、僕がその公園とかで足を洗ってるとね、やっぱ見ちゃダメみたいな、ちょっと、見ちゃダメみたいな。やっぱそんな感じの雰囲気がちょっと出てる。だからやっぱりその、独身無職のアラフォーっていうのは、結構社会的にはやっぱり危ないよね。むちゃくちゃ危ない存在であるっていうこと。うん。ただ僕はそのね、事件を起こしたら絶対しないんですけど、ただ存在が危ないってね、独身無職のアラフォー。だから、いろいろ、コンテンツクリエイターとかフリーランスとかミニマリストとか、なんかいろんな、言い方はあるし、ちょっと前だったらカメラマンとかフォトグラファーって名乗ってましたけど、なんか、それってでもつまり、独身無職のアラフォーでもあるってことなんですよ。これがすごい面白いところで。で、なんかね、ちょっと悲哀さっていうか、なんかその悲しい感じとかわいそうな感じと、で、残念だなって感じとか、で、あとその社会的責任を果たしてないんだなっていうことを思われる人もいたりとか、なんかいろんなことが入り混じるんですよね。そのワードが独身無職のアラフォーなんですよ。うん。で、しかもなんかメンズの方が、それは社会から排除されるような雰囲気があって。で、だから僕はその平日の真っ昼間歩いてても大丈夫な街っていうことで東京を選んでるところあるんですよね。だからこれがさ、結構田舎の方とか地方になると、ますますそのね、お子さんがいる家庭とか、お母さんとか見ちゃダメって子供に、ダメ、ちょっと真っ黒全身毎日同じ服着て、なんかその辺歩いてる、おじさん見ちゃダメみたいになるでしょ。うん。だから、東京っていうのはそれを、うまく隠してくれる。うん。そこにね、やっぱり紛れ込める街なんですよね。それは他人のことなんてどうでもいいやとか、他人を気にしないみたいな、
もうそれ人が多すぎるからそういう風になってるんですけど、で、そこって、でも意外とそのファッションの文脈とかにも繋がってきていて、で、幼児山本さんのがよくね、言ってたんですけど、ファッションは、だからそういう意味では、他人のことなんて知らねえやっていう、知ったかみたいな気持ちが大事ってことを言ってて、服を作るには。で、そういう意味で、他人のことなんてどうでもいいやっていう気持ちがある街でしか成立しないって言ってるんですよ。で、そういう意味でファッションは都会にしか置けないって。ファッションは東京にしか置けないっていうことを、洋二さんが言ってるんですよね。で僕は結構この言葉は、自分がファッション写真撮ってた時に、よく思い出してた言葉で、だからその東京でそのファッション写真をやる意味とか、で、ファッション写真が東京でしか成立し得ないっていうこととか、もっと言えば、ロンドンとかニューヨークとか、大都市、世界でもその大都市、ファッションを牽引してる、国、場所、フランスのパリだったりとか、イタリアのミランだったりとか、なんかそういうところはあるんですけど、その中でも、一部の都市として、日本では東京がファッションの置ける場所であるっていうこと。なんかそういうことをね、洋二さんがずっと言ってて。で、それが結構記憶に残ってると。だから、そこにも結構繋がってくるんですよ。その独身無職のアラフォーが存在していい場所。存在を許されているような気がする場所。いや、もちろんその全国にそういう人たくさんいるし、もちろん存在していいんですけど、よりね、その独身無職のアラフォーが存在しても大丈夫な場所が大都市であるってこと。それが東京であるってこと。だから自分はここにいるのかなって最近思ってます。うん。で、なんか最近曲作ってんだよね。ちょっと近々皆さんに披露できるかわかんないんですけど、独身無職のアラフォーっていう曲作ってます。これびっくりでしょ？この、このね、アナウンスは結構衝撃だと思う。この雑談の中でここまで聞いてくださってる方には伝わるけど、だからこれ見てくださってる方はすごい朗報で、これちょっと内緒にしといてほしいんですけど、独身無職のアラフォーっていう曲作ってます、今。ちょっと発表できるかわかんないけど、でも YouTube で、YouTube でね、ちょっとね、発表できたらなって思ってるんですよね。ちょっとね、楽しみにしといてください。もうここだけの話です。ここまで見てくださってるあなただけへの、これ内緒話ですから。多分、大体、こういう雑談とかってみんなね、途中でもう終わるんで、ここまで見てくださってる方なかなかいないんですよ。だからこれ内緒にしといてほしいんですけど。やばいよ。結構やばい。このパンチラインにだから自分が今惹かれているってこと、独身無職のアラフォーっていう。で、この、だからアラフォーっていうところがポイントで、だから独身無職ってまあまあいるんですよ、多分。ただ、だから全部の要素が結構難しい。まず独身であるってこと。独身であることは簡単ですよね、結構ね。で、無職。これなかなか難しい。この無職も。だから就職とか、勤めてっちゃいけないわけですから、その無職は結構ハードルが高い。でももともとね、お金持ちで家が裕福なとこで仕事しなくてもいいような状況の人もいるし、あるいは経済的とか、身体的とかの理由で働けない人もいるだろうし、だからいろんな無職っていう条件は、ある。で、年齢も、これは誰でも、通過する部分だから、アラフォーっていうところはあると。でもこの3つを重ねるっていうのが結構難しくて。独身無職のアラフォー。で、これがね、アラサーではダメなんですよ。独身無職のアラサーだと、大体30ぐらいって結婚してない人多いんで、まあまあ多いんで、男性とかだとね。だから、そんなにね、珍しくないんですよ。アラサーはそんなに珍しくない。で、今度、アラフィフになると、だから独身無職のアラフィフになると、ちょっとその危険さとかエクストリームさ、やばさみたいなものは増してくるんだけども、なんかね、やっぱアラフィフになるとほら、一回結婚して離婚されてるのかなとか、バツイチの方なのかなとか、なんかそういうところが出てくるじゃないですか。だからそのいろんな結婚とかのもう経験を経て、ね、その一人になってる。独身になってる。で、さらに行くと、今度独身無職のアラカンになりますよね。だから60歳。独身無職のアラカン。アラ60っていうのかな。なんかそういうところになってきますけど、60になってくると、またね、そこもその一つ、もう抜けた感じがあるんですよね。だから結婚していて、離婚していてとか、あとはそのね、相方さんをもう亡くされてとか、もう60とか70になると、そういう方々もいるんで、その独身っていうステータスというか、ラベリングが増えてくるんじゃないかなってね。60、70、80とかになっていくと。そういう意味で、一番そのデンジャラスな部分が、やっぱりアラフォーかなって思っていて、
で、今たまたま自分がそういうタイミングだけってことだと思うんですけど、これからね、それがアラフィフになるだろうし、アラカンになるだろうし、わかんないけども、なんかそういう感じで、最近はそういうラベリングみたいなことについて考えたりとか、自分が実際やってることとか、自分は何者なのかっていうところに、ちょっとね、もう一回立ち戻ってるような、なんか考えさせられることがあったんですよね。この間の旅でね。やっぱ旅に出て、その新たな人と話をしたりとか、なんか、いつもと違う人たちと話をしたりすると、いろんななんかアイデアが生まれてきますね。で、それが結構グワングワン回ってきて、作るエネルギーになったりとか。ただね、もうだいぶ雑談してきたので、ちょっと長くなるんでこれくらいにしたいと思うんですけど、とにかく、毎日歩いてると。で、私にはこれが余ってるので、この朝食が終わってから、これで私はネスカフェゴールドブレンドを作るってことにしています。だから先にコーヒーを入れるってことはしません。これが最近のスタイルです。マグカップがこれしかないってのもあるんですけど、なんか先にコーヒーを入れると、もうコーヒーだけで結構なんかお腹いっぱいになっちゃうんですよ。だから最初に食事をとって、で、それからカーフィーを、ネスカフェゴールドブレンドを入れるって感じです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。良い一日をお過ごしください。チャオチャオ。